中古で買った20タトゥーラ SVTW です。今更ですが、分解してメンテナンスしながらベアリング追加する動画ですので、ご自身で実施を考えている方の参考になれば幸いです。台話のベイトは初です。SV スプールに興味がありました。中古で購入しましたが、特に問題なしです。一つだけ部品がなぜか入ってなかったぐらいです。このサイドプレートはわざわざ何かで回さないと外れません。私はピンセットの裏を使ってますが、現場だったら鍵とかコインでしょうか。紙幣しかない国だと厄介ですね。サイドプレートの一部の部品が少し汚れてます。錆プラス汚れって感じでしょうか。台話のマグネットブレーキで遊んでました。しっかりブレーキは効いてますが、強めの印象を受けます。ここの外し方がよくわからなかったですが、回していたら飛んでいきました。磁石の力です。内部は綺麗ですね。グリスは少ないような気がします。ローラークラッチは接着されているのでしょうか。何か赤い塊がついてます。ただの圧入に見えますが、簡単には抜けません。ここは無理に外さずこのまま洗浄します。メカニカルブレーキノブの内部の部品が不足してました。ブレーキワッシャーがなぜかないです。ネットのフリマで買うとこういうリスクがあります。以前のカルカッタのことを考えると大きな問題ではないです。メカニカルブレーキを締め切ってもスプールにクリアランスがあるからおかしいとは思ったんですよね。当然ない部品は買いました。100円です。このベアリングは取るのが大変でした。珍しい方法ですよね。破損覚悟で取り外しに行ってます。飛んでいきましたが、幸いなくすことはなく再利用もできそうです。ここのグリスは何のために充填されているんですかね。ウォームギアがかなり大きいです。取り外すにはビスが見える位置に回して外す必要があります。組み立ての作業者には厄介な設計だと思いますが、個人的にはこういう考え方は好きです。全然グリスが入ってないですね。理解できないところにはグリスが入ってましたが、ギア関係のグリスの塗布量はこれが標準なのでしょうか。このワッシャーが全然取れません。取れないというより取りにくいです。油分の表面張力で貼り付いてますので、洗浄の際に剥がすことにしました。ここにはネジロック使うのですね。シマノとは考え方が若干違うようです。レベルワインドの内部はさすがに汚いです。
ただ比較的綺麗な方だと思いますので、前のオーナーが大切に使っていたと思われます。TWS も初体験です。こういう機構になっていたのですね。ウォームシャフトから取り外した2個の樹脂のブッシュがボールベアリングに変更可能です。クラッチ管プレートのここは熱可視目のようですので、完全に非分解です。レベルワインドも非分解です。にもかかわらず分解してしまいました。ビスを取ればいいわけではなく、シリコン接着剤で付けてあります。ガイドの E リングは小さすぎなのでこのままにします。ハンドル内部のベアリングは片方が樹脂です。先ほどのウォームシャフトと同じベアリングに変更します。いつもの洗浄液です。繰り返し使いますがかなり汚れてきましたので、このリールを最後に捨てます。取れなかったワッシャーは洗浄することで取れました。覚えていないと確実になくします。今回も金属部品はラッカーシンナーにつけ置きして洗います。個人的には一番きれいになる方法です。デメリットは部屋が相当臭くなることです。匂いが充満するので蓋をして放置します。組み立てます。まずはハンドルのベアリング追加です。ミネベアの740を使ってます。このサイズはいろんなリールで利用可能ですので、10個まとめて買っておいても損はありません。メッキ部品は金属磨きで磨いておきます。せっかく内部をきれいにするなら外もきれいにしておきたいです。サイドプレートの組み立てはシマノやアブのマグネットブレーキと違ってダイヤル回しても見た目の変化がないので正しく組み付けられているか分かりません。スプール乗せて回すと確かな回転の変化があるので大丈夫だと思ったのですが間違ってました。ダイヤルと連動する部分と中心のグレーの部分に溝があり、ここが一直線になる場所が20の設定になっていないといけません。ここは取っちゃいましたけど、シリコン接着剤をつけずに戻します。問題あれば接着剤をつけます。
気持ちの問題ですが、ラインの滑りを上げるために中は磨いておきます。TWS のおかげでクラッチ周りの組み立てが面倒ですね。慣れていない方は外さない方がいいかもしれません。綺麗にしても大きな変化を感じない部分です。ウォームシャフトのベアリングもハンドルノブと同じものを使います。このピニオンリングは破損してなければ平らに戻して再利用が可能です。挿入には力が必要です。やはりかなりブレーキが強い気がしますが、組み立てが間違っているから当然です。とりあえず設定値の変更で変化はしています。はい、ベアリング追加前と変化が全く感じられません。完全に自己満足です。わかる人にはわかるんですかね。は
初めてダイワの SV スプール搭載のベイトリールを使ってみましたが、本当にトラブルが全然ありませんでした。ストレスフリーバーサタイルの名前に恥じません。この時は組み間違えていたので、ブレーキ設定を0にしても6ぐらいかかってましたけどね。組み直してからも試しましたが、相当いいです。そんなリールが1万円台で買えます。SV ブーストだとどうなってしまうのでしょうか。ジリオンが欲しくなります。ちょっと気になるところがあるとすれば、カチャカチャうるさいぐらいです。多分この音はピニオンギアとスプールが接続される回り止めのピンのクリアランスの問題だと思います。ここはダイワの考えがあってのことなので気にしないことにします。